デジタルカメラマガジン編集部の福島です。本日ですね、発表された GR4 モノクロームです。今日はですね、開発者の3名をお呼びしてですね、この GR4 モノクロームの魅力を引き出してみたいというふうに思います。まずは3名がですね、どんなポジションでですね、このカメラに関わったのか自己紹介をしていただけないでしょうか。よろしくお願いします。はい。私が今回の GR4 モノクロームの商品企画を担当させていただきました大久保と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は画質設計を担当しました風間と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、光学設計を担当しました水上と申します。よろしくお願いします。はい、早速なんですけども、この GR4 モノクローム待望のねモノクロ専用機ということなんですが、まずこのね製品のコンセプト、ここから教えていただけないでしょうか。はい、わかりました。そこはやっぱり企画の私の方から説明させていただきたいと思います。開発意図というか、コンセプトなんですが、まず当然モノクロ専用機ということでカラーが取れないということになります。でカラーが取れないということは、そういうカラーが取れないものに対してどう考えていくかっていうところ、やっぱコンセプトをしっかりさせなきゃいけないかなと思ってまして、でそのためにはちょっと温故知新じゃないですけど、カメラの写真の歴史をですね、こちらを紐解く必要があったというふうに考えています。写真っていうのはやっぱり最初はモノクロームでしたと。でニエプスが最初に作って、でそれを写真集として作ったのがタルボットでしたと。でタルボットが写真集をしたことによって、メディア化されて、でメディア化されると、いろんなそういうふうに写真が活用されてきます。で例えば肖像であったり、気候の写真、どっか旅行って撮ったとか、あとは報道系ですね。でこういったものが始まっていったと。でそういったものがどんどん広がっていくと、今度はドキュメンタリーとかそういったところで写真家の意図が込められてくると。写真家の意図が込められてくると、今度はそれが表現として使われてくるというふうになってきます。でスナップを撮ったり、いろんなアートな写真を撮ったりということで広がっていったっていうモノクロの歴史があります。でただもうカラーが出てきた後でもモノクロの写真はじゃあ廃れるかというと、そんなことはなくずっと使われてきた。でさらにデジタルになって、デジタルならではのモノクロの表現っていうのも出てきてます。なのでカラーが普及した後でもモノクロ写真っていうのは止まってません。でじゃあそのモノクロ写真っていうのはどういうものなのかっていうのをちょっと4つの証言で我々考えてみました。でまず1つ目が今この軸のある右上の方ですね。でコントラストが高くて明瞭でかつシャープネス、これが特に最近のデジタルカメラになってから撮られてきたモノクロ画像で、とてもノイズの少ないシャープなクリアな写真、よく SNS でもドンとくるような写真があります。で一方でその反対側として曖昧なものとして、ボケたりブレたり荒れたりという表現がもともとありました。でこれによってむしろそれで、写真家の意図を表に出すような写真っていうのもありました。でさらに写真の黎明期を考えるとコントラストの低いグレーなすごいソフトな写真、ピクトリアリズムとかでもあるんですが、そこら辺の写真があるのと、で、それを明瞭にしたもの、グレートーンで明瞭にして、で日常の淡々とした風景であるとかで、左上の対極としたの表現というところで使われてくると、主にこの4つの表現があるのかなと思ってます。で今回のGR はこの4つの証言全部取れるといったところをちょっと目指しています。で今回のGR のコンセプトとしてはモノクローム、特にモノクロームに進化した GR ということで考えています。で先ほど話しました写真の誕生から使われてきたさまざまな表現と、あと最新のモノクローム専用機だからこそできる挑戦できるところ、そういう2つの表現が持っているカメラで、GR4 がもともと掲げている4つのコンセプト、高画質、携帯性、速射性、進化というところを活用して、で GR4 では撮れないそういったモノクロ写真が撮れると。でスナップのモノクローム進化表現を極められるようなそういったカメラを今回我々は GR4 モノクロームとして発表させていただいたということになります。軽くね数日触らせていただいたんですけども、全体のデザインというのはそう大きく変わらないですけども、ここがねマットで仕上がっていたり、ここのロゴの部分であったり、モノクローム専用のアクセントっていうのが加えられているような気がするんですけども、その辺っていうのはいかがなんでしょうか。
今回その特別モデルにしてあげるにあたってデザインは非常にこだわったところであります。で、モノクロ専用機というところがあるんで、ミニマルな GR をアピールしたいというところがあるんで、全体的に塗装をマットにしてます。なるほど。でさらに電源使われたので、電源ボタンそうですね。とかどうでした？ここはグリーンじゃなくて白くなってますよね。さらにこれ非常にいいです。ステータスランプも白に変えてます。この辺も。やはりモノクロというところがあるので、グリーンより白の方が良かろうということで、今回ちょっと白に変えさせてもらいました。この終了画面もちょっとね、このグレーのこう段階で一色じゃなく、ちゃんとこう階調で表現しているところがちょっと嬉しく感じましたね。大変ありがたい言葉で、今回終了画面普通のモデルとちょっと差をつけたいというところもあったので、でかつシンプルで白黒を感じさせたいというのがあったんで、こういうグラデーションを感じさせるような専用画面にさせてもらいました。白黒じゃなくてグラデーションというのがちょっと憎いなというふうに思いました。じゃあ、もう早速なんですけども、やっぱりノーマルの GR4 とは画素数というのは同じだったんですけども、やっぱり今回はそのモノクロ専用機ですから、容易にそのカラーフィルターはないんだろうなということは、僕にも分かるんですけども、実際センサーというのはどういうノーマルモデルと比べて何が違うのかっていうのをぜひちょっと風間さん教えてください。はい。そうですね。今回の GR4 モノクロームでは今福島さんおっしゃったようにカラーフィルター、カラーのイメージセンサーと、画素数は全く同じなんですけれども、各画素のカラーフィルターというのが取っ払ったような構造になっています。でそのカラーフィルターというのが、カラーのセンサーですと RG、RG、GB、GB っていう感じでベイヤー配列と一般的には呼ばれる配列で並んでいるんですけれども、それをもって、カラーのデジカメの場合は各画素に1つ、RGB どれか1つの色情報しかないわけですので、それを持ってない色の情報は周りの画素から補完をすることによって、1つの画素につき RGB 全ての情報を得るようにしてカラー画像を作っているというところがあります。で、さらにそのカラーのデジカメで、モノクロの写真を撮ろうとする場合は、一旦カラーで作成した画像をさらに白黒に変換することによって、最終的な画像が出てくると。これが一般的な、カラーのデジカメの流れだったんですけれども、それに対してモノクロのイメージセンサーっていうのは先ほど申し上げたようにカラーフィルターというのも全部取っ払ってしまっているので、各画素が本当に光の情報を、一つ一つの画素が光の情報を受けて画像として出力するという非常にシンプルな形になっています。なので、カラーで行っていたような色の補完処理っていうものが完全に不要になっていまして、受けた光の入ってきた取り込んだ光の情報をそのまま画像にすることでもう白黒画像になっているというところで、カラーのデジカメの、白黒写真を作るプロセスとは大きく異なっているものになっています。いわゆるこの RGB で並んで、その色の情報一つの色しか持ってないので、周りの色の状況を見ながらその補完をする、デモザイク処理って言いますよね。そういうのをやって全部の RGB のデータを1画素にこう加えてるんですけども、今回はもうモノクロなので、もうその輝度の情報とかフォトダイオードに入れた電荷の部分だけで情報を持てるっていうところが大きな強みということになるわけですよね。そうなります。じゃあ物理的には GR4、ノーマルの GR4 と本当にカラーフィルターが取られていると、その差だけというふうに思っていいんですか？そうですね。イメージセンサーとしてはそこの違いだけと思っていただいていいと思います。エレキ的な、回路的な違いっていうのは実は今回の GR4 と GR4 モノクロームでは、違いはないものになっています。こちらが実際にGR4 モノクロームの試作機で撮影された写真になっています。でここにA、B、C っていう、それぞれの領域があって、この後これの拡大画像っていうのをお見せするんですけれども、これが先ほどの A という部分の、遠くにある木を撮影したものになっていて、左が GR4
右が GR4 モノクロームで撮影されたものです。これは拡大画像なんですけれども、これ見比べていただくともともとの GR4 に比べて GR4 モノクロームっていうのは非常にその葉っぱのちっちゃい細かいディテールっていうのがピクセル単位で、描き出されているということがわかるかと思います。いやもう本当になんか画素数が同じというふうに思えないぐらい差がありますね。はい、そうなんです。同じ26万、2600万画素のイメージセンサーっていうことで、解像も同じくらいだろうっていうふうに想像されるかと思うんですけれども、実際に絵を見比べていただくと、これぐらいの描写力の違いがポテンシャルとしてあると。これはやっぱり先ほど言ったそのデモザイク処理をしないっていうことの利点がここに出てると思っていいんでしょうか。はい、そう思っていただいていいと思います。そうですね。デモザイク処理っていうのはやっぱり周りの画素から、色の情報を持ってくるっていうところがあるので、どうしてもその過程で少し画像をぼかすというか、ぼかしの効果がかかってしまうんですけれども、モノクロっていうのはその処理が一切ないので、本当にその画素が捉えた光の情報がそのまま画像に出てくるというところで、シャープネス、解像力が大きく異なると。なんかもう暗部が少し見えてきてるような感じはあるんですけども、それはなんかやっぱりクリアになっているからというところなんですかね。そうですね。そこの要素が大きいと思っていまして、実はそのモノクロでトーンカーブとしてシャドウをより強調するような処理っていうのは今回特に入れてはないんです。なるほど。なのでそこのところは同じであるにもかかわらず、今おっしゃったように、シャドウのところが見えてきている、しっかり表現されるようになってきているっていうのは、そのシャドウ部においても、その1画素1画素が捉えた光が、しっかり輪郭として被写体のディテールとして表現されているがゆえにシャドウの階調も向上しているように見えるという効果があるんだと思います。いやこれ見るとやっぱりね、すごくもう画素数が本当に上がったみたいな感覚がやっぱありますね。はい。はい。じゃあ次の、次は B のところですね。これが円形の建物の一部を拡大したような画像になっているんですけれども、やっぱり左側が GR4 で右側が GR4 モノクロームになっています。で GR4 の方を見ていただきますと、もともとの GR4 というのも決して解像性能が悪いカメラではないんですけれども、やっぱりこういう円形の細かい部分になってくると、今回の画像で言えば少し本来の画像にはないパターンができている、モアレが生じているというところが見て取れるかと思います。これに対して GR4 モノクロームの方はもうこれドット絵で斜めの線をこう描いたような感じで、一本一本のその屋根のこの裏のディテールというのが、本当にこの画像として表現できる限界のピクセルで表現できているということが、これを見ていただくと分かるんじゃないかなと思います。これカラーのパターンってベイヤーだけじゃない、ストライプのパターンとかいろんなのがあると、やっぱりモアレの出方ってね、変わってきますが、やっぱりそれがないもうクリアな状態っていうのはこういうシンプルなものになってくれるっていうのは、モノクロだからこそできるっていうことになるんですかね。はい、そういう表現になっていると思います。はい、そして最後 C のところですね。これが非常に遠くにある看板、文字が書いてある看板を拡大した画像になっているんですけれども、やっぱりこの細かな文字のところで比較していただきますと、GR4 ではちょっと何が書いてあるかは文字の内容までは判読できないかなというような表現になっているんですけれども、同じ場面で、GR4 モノクロームで見るとギリギリこの文字が読めるものがあるというところで、明確にここは違いが分かっていただける部分ではないかなと思います。いやでもしかしこれ確かに比べてみればモノクロームの方が分解の方が高いっていうのは分かるんですが、改めてこの小さいカメラですよ、このねに搭載されているこの 28mm の GR レンズ、改めて描写力高いなというふうに感じますが、この辺はちょっとどういうね形になっているか教えてください。
やっぱそこははい自分のところだと、はい、お願いします。思うんですけど、やっぱりその GR 系のやっぱこだわりとして、そのレンズの基本性能として周差を抑えるっていうのがやっぱりこう思想としてありまして、まあ、その絵作りの部分では画処理っていうのは使われてるんですけど、やっぱりその基本的な歪曲だったりとか、増面の湾曲だったりとか、そういった部分っていうのはもうレンズで基本的に抑えるっていうような思想がなされてるレンズカメラなんですね。まあ、なのでこういうふうにこのモノクロセンサーってこの説明の中でやっぱりこれだけこう解像感が違って見えるようなものになってると、それはこうイコール嘘をつけないという、そうですよね。レンズの性能としてが如実に出てしまうっていうところになっていると。なるほどね。でそうなった時にやっぱりそのさっき言った基本性能として周差をしっかり抑えてるっていう GR の良さが出たのかなっていうふうにそこは。ということはこう GR4 モノクロームが改めてこの GR レンズの魅力っていうかさ、この分解の高さを引き出しているとも言えるわけですよね。もうその表現で。なるほど。ちなみにこれはノーマルの GR4 とこのモノクロームではレンズは、まあ、群数は同じですけども、はい、そこは変わらないという。そうです。玉自体は変わってないです。いやそれにしてもやっぱりね、より厳しいセンサーをここに入れたということになるわけですからね。もうそこに十分耐えうるというか、ここまで見ても何の遜色もないレンズ。これはじゃあ裏返せばこの GR4 モノクロームもある存在が分かっていながらのこのレンズ設計だったんですか？もともとのやっぱその思想っていうのが GR すごい大事、こだわりがもうちゃんと企画としてあるので、やっぱもうそこをずっとクリアしていったっていうことで、もういつでもその準備はできていたっていう形だと。私も歴代のね GR はずっと使わせてもらってるんですけども、結構一番長く使ってるのは GR3 だったかなというふうに思ってるんですけども、こう GR4 を手にした時にやっぱり周辺の描写ってぐっと上がったなっていうすごく印象があるんですよ。改めてその GR4 レンズ、枚数もね増えてますが、今回そのあたりこう設計として設計者側としてはどんな思いでこの GR レンズを改めて作り直したっていうところがあるんですか？やっぱそうですね、その今おっしゃっていただいたところがまさになんですけども、やっぱそのさっきの話で出た GR が大事にしている基本的なその周差だったりとか増面の湾曲っていうところは大事にしていて、やっぱその今回 GR3 から1枚レンズをセンサーの近傍に追加してるんですけども、あの非球面、大きな非球面レンズによってちゃんとその周辺まで歪曲の周差を抑えるっていうところがやっぱ一番ありまして、でそこに追加してやっぱ3と4って振動圧が薄くなってるんですね。そうですね。そこっていうのが、実は1枚追加したことによって薄くできていまして、なるほど。厚みの制約になっていたのが、繰り出し量だったんですね。そのフォーカスの時の繰り出す量が制約になっていたと。あれによって厚みが決まってた。なので、後ろに1枚追加することでこの繰り出す量っていうのが少なくなっていて、それによって厚みを薄くすることができてるっていうことで、その高画質化とその携帯性っていうところ両方に効かせる1枚を追加してるっていうところですね。ではもう一つ、僕もこれ実際に触らせてもらってすごく感じたんですけども、高感度がめちゃくちゃ綺麗だったんですよ。もう夜51,200で撮ったんですけども、ちょっと衝撃的でクリアすぎて本当にこれ数値合ってるのかなと見直してしまったぐらいなんですけども、この高感度のちょっと特性の部分も少しお話しいただけますか？はい、はい、では、高感度の画質について、ちょっとこのやっぱりこの画像を使って説明させていただこうと思います。この画像というのが GR4 モノクロームで ISO51200 で撮影した画像になっています。でこの赤い D という枠で囲まれた部分をちょっとこの拡大したのが次のスライドになっています。でこれを見ていた左側が GR4 で撮影された画像で、右側が GR4 モノクロームの画像になっています。でこの2つを比較しますと、確かに GR4 モノクロームも
ISO51200 という非常に高い感度なので、ノイズ自体はかなり出ているなということはわかると思います。ただですね、この木の葉っぱのディテールですとか、その後ろにあるビルの建物の線のディテールなんかを比較していただきますと、これだけ高い感度にもかかわらず、かなりピクセル単位と言っていいぐらいでディテールが描写されているということを見て取っていただけるのではないかなと思います。これがカラーのカメラではちょっと考えられなかったレベルの、この高感度でここまでの解像が出るっていうのはさっき驚かれたっていうふうに言っていただいたんですけれども、我々開発陣としても非常に驚きでして、試作機で、我々も外撮って回るんですけれども、本当に暗いシーンで、ISO51200 で撮ってこんなディテールが出るのかっていうのをちょっと開発陣でも驚いてしまったぐらいの画質が今出ていると思います。この写真を見ると実際モノクロームの方がコントラストが少しね高く感じるんですけども、その理由っていうのはどういうところにあるんでしょうか。はい、実はこの GR4 に対して GR4 モノクロームでトーンカーブの特性を変えてコントラストを高くしているというようなことは実はないんです。ただGR4 モノクロームは先ほど申し上げたように1ピクセル単位で改造ができているというところがあるので、ディテールがしっかり明暗がしっかりと描写されることによって、コントラストが結果的に高く見えているということがあるのかなと思います。いわゆるカラーの場合だと色ノイズと輝度ノイズがあって、それが複合的にノイズとして感じるわけなんですけども、今回のモノクロームに関してはその色ノイズはないわけですから、輝度ノイズだけだとそれぞれの画素にしっかり乗ったとしても、そこまでいやらしさがないというところなんでしょうかね。はい、そういうふうに思います。実際ある程度のノイズが細かいノイズであればノイズが乗っている方が全体として解像感がちょっと上がって見えるという、なんか視覚的な効果もあるようで、それも今回の高感度の表現としては効いてきているんではないかなと我々は考えています。なるほど。このノイズを除去するので少しデフォーカスっていうか甘くするみたいな表現がありますが、そういうことはせずに、もうそのまま乗っている部分は残した方がコントラストは少し見えるだろうと、高くだろうという、そういう考え方ですかね。はい、おっしゃる通りですね。なるほど。いやここまでね高感度で撮れるとなると、ちょっとノーマルの GR4 よりも2段か3段上でも大丈夫かなみたいな感じはちょっと思いましたね。私も本当にこれなんか設定合ってるのかなと思うぐらい綺麗だったわけですよ。そこがだからやっぱり今回の大きな魅力かもしれないですね。ベース感度はね100から160にアップしてますが、その理由もやっぱりカラーフィルターに結構起因しているものなんですか。はい、おっしゃる通りです。カラーフィルターというのはやはり特定の波長域だけを通すようなフィルターになっているので、全体の透過率で言えば下がっているということがあるので、それを取っていることによってより画素自体の感度が上がっているので、ベース感度が100から160に今回アップしているという原因になっています。上もねさらに1段上がってますもんね。常用感度がね、上がってますからね。そうですね。ISO オートに設定していただいた時のデフォルトの上限値っていうのもカメラの中では持たせているんですけれども、GR4 では12800に設定していたものを、今回の GR4 モノクロームでは、絵を見てここまではいけるだろうという推奨できるという数値として ISO25600 というところで、ISO オートの上限値も少し今回は見直して一段上に上げてるってことですね。今回そういうチャレンジなところで、高感度の画質というのがあって、で、高感度で出てくるノイズですね、これが非常に使っていただいてお分かりのように品がいいというところがあるので、この流暢というのをむしろ表現に生かしたいというふうに思ってまして、で今回のカメラには電子シャッターを積んで、できるだけ高感度でも明るい環境でも撮れると、こういった使い方っていうのは多分カラーのカメラではできないことなので、そういったところがちょっとチャレンジとして入れてみました。
やっぱりそこがノーマル版とねまた違う特徴になるのかなというところですかね。はい、はい、そしてですねモノクロといえばやっぱりフィルターワークっていうのがね少しこうついてくるものというところだと思います。で今回はね赤色フィルターが内蔵されているということなんですが、これ通常のモデルだと ND が入って HDF だと HF フィルターが入っている部分に今回この赤色フィルターが入っていると、そういうことですよね。でやっぱりモノクロというとオレンジO フィルターだったり、YA っていうふうにね言われたりするんですけども、オレンジを結構がベーシックと言われる中、あえてこの赤色を選んでいるそのあたりのちょっと理由を教えていただけないでしょうか。はい、そこはですね、やっぱちょうど良かったっていうのが一番ありますよね。なるほど。このちょうど良かったっていうのはどういうことなのかと申しますと、おっしゃっていただいたように、やっぱりこのモノクロにつけるフィルターっていうのはオレンジが一番主流なものかなっていうふうに思うんですけども、その時のフィルムセンサーというかモノクロのフィルムと今のこの GR に搭載されているセンサーで分光感度が違うんですね。でこの分光感度、特に赤、その超波長帯の分光感度がやっぱり特性として違うものになっていて、そうすると実はオレンジフィルターだと GR につけた時にあまり効果が出なくなってしまうんですね。なので赤フィルターを入れると実はそのちょうどいい塩梅っていうのが得られるという理由で赤フィルターにさせていただいていますね。このちょうどいいというのがやっぱポイントで、あまり派手すぎてしまうとやっぱ飽きてしまうっていうところもあって、なかなか微妙なところがあって、HDF もそうなんですけど、ほどほど感じられる、でもなんか使いたくなるみたいなちょうどいい塩梅をうまく今回は狙えたと。これ先に開発発表で情報を出されてるんですけども、そこにはどんな色のフィルターかは書いてなかったんですよね。で私もこれちょっと手にした時にこの親指のファンクションのところにレッドフィルターって書いてあったわけですよ。赤かと、赤で来たんだというふうにちょっと思って、少しコントラストつけすぎるんじゃないかなっていうふうに、やっぱりそれはフィルムの時の感覚が多分自分の中にあって思ったと思うんですけども、実際触ってみたらいや本当にちょうどいいんですよ。そうなんです。空の具合が青空がね少し落ちて、そこにコントラスト生まれて副次的な効果だと思うんですけども、雲がね立体的に表現してくれるんですよ。でいやこれはいいぞと、やっぱこれ赤が正解だったんだなというふうに今実際に触ってみて私の感想は赤で正解というところにたどり着きました。ありがとうございます。でやっぱりねこの親指でオンオフが切り替えられる、これがねすごくいいんですよ。やっぱり GR は片手でね撮れるカメラなので、ここでオンオフができる。で物理的なフィルターが入って動いてくれてるっていうねギミックもすごくいいなというふうに思いましたね。やはりそこはもともとの GR が持っている速射性ですね、そこを損ねたらダメだというふうに思ってますので、フィルターワーク、レンズの前につけて、ネジでつけ始めする、はい、これをしてしまうとやっぱり撮影のリズムが崩れてしまうというのがどうしても出てきちゃう。で、HF もそうなんですけど、そういった画質を変えるっていうところを、ボタン一発でできるようにすると、これによってピアノの演奏にも例えられると思うんですけど、ピアノを演奏しながらちょっとトーンを変えたかったらペダルを踏みますね、そのペダルを踏むような感覚でそのボタンを変える。なるほどね。そうすると全くリズムを変えずに赤を入れて外すっていうのができるようになっている。いいですね。その表現はまさに問えたりという感じがします。じゃあ実際ちょっとねどういう効果があるかっていうのをちょっと今ね画面に出しますんで、ちょっと皆さん見ていただきたいと思います。じゃあこれちょっとご説明いただけますか。まず、最初に見ていただいているこちらがカラーの元の写真になります。で、次に表示されているこちらが、赤フィルターオフで撮った写真。ノーマルっていうことですね。ノーマル、そうですね。はい、で撮ったもので、その次の写真こちらが、赤フィルターを入れて撮ったものになります。で比較するとまずおっしゃっていただいたように空が暗くなっていると、やはり青色っていうのが暗くなる効果があります。でそしてもう一つ
画面のこの右に出ているこの街路樹なんですけども、ちょっと今の時期ですので紅葉してまして、ちょっとその紅葉のオレンジが見えると思うんですけども、その部分だけ明るくなっていて、緑が少し暗くなっているというところで、このオフとオンで比べた時に画面の中のメリハリ、コントラスト感っていうのが出ているかなというふうに思っています。こういう効果が赤色フィルターに特有なものかなと思っています。こうしてみるとやっぱりモノクロ専用機なんですけども、被写体としての色を意識しながらこのフィルターワークを使えるっていうのは、すごく面白いですよね。いや、そうですね。おっしゃっていただいたことがまさに自分が感じていたことで、開発当初はやはり赤い色フィルターでよく言われているその空を落とす効果とかっていうことを意識していたんですけれども、ものとして触ってさらにこのフィルターのオンオフも手軽にできるってなると、もうこのシーンでもちょっと変えてみようかなと、それこそペダルを踏んでトーンも変えるような形で、チャレンジできるっていうところが良さでして、モノクロ機、先ほど風間さんから説明があったそのセンサーがカラーフィルターを取っ払ったことで得られた効果があると。ただやっぱりそのカラーフィルターがなくなったことで色の情報は削ぎ落とされていると。そこでこの赤フィルターがあることで撮影の中でこの光の階調だけではなくて色にまで意識が向いて撮影ができるっていうところが、その体験として価値が向上しているのかなっていうふうに思っているので、そこに気づいていただけたのがとても嬉しいです。あとちょっと私心配性なんでちょっと聞いておきたいんですけども、この赤色フィルターやっぱり経年劣化するんじゃないかとか、紫外線に当たると薄くなっちゃうんじゃないかなってちょっと心配していて、常にずっとオンにしたまま使っていても大丈夫なものですか？それとも使わないときは収納しておいた方がいいみたいな、そういうことはありますか？そうですね。まずずっと出すっていうところに関しては、しっかりとその環境試験を行っていて、その GR 自体の想定されている使用年数は、耐えるような設計になっていて、そこは確認しているので、ずっと入れっぱなしにしていても何ら問題はありません。なるほど。さらに、先ほど大久保さんからお話あったように、効きすぎないっていうところをちょうどいい効果として狙ってるので、ずっと入れてたとしてもなんていうんですかね、嫌にならないような調整にはなっているかと思います。ただ私としてはね、やっぱりノーマルと赤色と比べてね見る面白さっていうのはすごく感じたんですよ。そうですね。だからどっちか一つじゃなくて両方取っといたら面白いなと思いますけどね。おっしゃるように自分の気持ちとしてはやっぱり設計して入れた身からすると、やっぱ赤色フィルターが好きなのでずっと入れておいてほしい。ただ一方でさっき言ったような色に目線がいくようなメリットもあるっていうところで切り替える面白さもあると。本当に両方とも人によってそこは使い分けていただきたいなっていうふうに思います。これ本当にね、物理的にねフィルターが入ってくるので、じんわりと露出がね収まってくるんですよ。急に変わんないんですよね。だからね、そこがねすごく面白いし、もういろんなところにね向けてオンだったらどうなんだろうみたいな、そういう発見みたいなものがあるので、いやとてもねこの機能はすごく魅力的だと感じました。そして朝食というか味付けとして言えば、この赤色フィルターのオンオフももちろん面白いんですけども、それにこのイメージコントロール、 GR ならではのこのイメージコントロールを組み合わせることで、より魅力的にね感じる部分があったので、ちょっとこの新たなモードも入ってますし、少しイメージコントロールについて、おさらいというかをしていただけないでしょうか。もともとGR4 でも白黒のイメージコントロールというのは4つほど積んでまして、そこを引き継ぎつつ、先ほどの4象限ですね、こちらの方を広げるという意味で新しく2つ加えています。で、1つがソリッドというところで、もう1つがグレーニングという、この2つを加えてます。で、これによって先ほどの4つの世界、これを十分取れると。で、ただちょっと左下の方が弱いというところもあるので、そこは今後付け加えていきたいと思っています。GR といえばファームアップ、ファームアップで機能を加えていくっていうところがありますので、この GR4 モノクロームもファームアップで機能を加えていく予定にはなってますので、そこでちょっとここら辺を広げていけたらなと
思ってます。名称がね、やっぱり、僕もずっと GR を使ってたので、ハイコントラスト白黒がハイコントラストになったり、ソフトモノトーンがソフトになってたりするんですけども、それはもうモノクロ専用機なので、あえてそこに白黒とか、モノクロームっていうのは必要ないというところになるということですかね。最初は確かに我々も名前を全く引き継いで、スタンダードはモノクロームと。でソフトはソフトモノトーンというふうに呼んでたんですが、いやそもそもこのカメラは白黒しか撮れないっておっしゃる通りなんで、じゃあこのカメラにとってのスタンダード、モノクロームっていうのは実はスタンダードなんだ。なるほど。標準という意味でまずスタンダードができたと。でそれに対して、ハイコントラストだったら、ハイコントラスト白黒、白黒、当たり前ですけど白黒っていうところがあるので、ハイコントラストでソフトという感じで、元のイメージコントローラーは同じですけど、また言い方は変えてます。で言い方を変えてるとともに実際撮れる絵も変わってきてますっていうところもあります。わかりました。じゃあまずそのモノクローム、GR でいうところのモノクローム、このモノクロームカメラでいうところのスタンダード、これがどう変わったかっていう、ここがやっぱりベースになるわけですからね。そこのちょっと画質についてちょっと解説いただけますか。はい。まずスタンダードについて、説明させていただきます。こちらは今説明があったようにGR4 でいうところのモノトーンっていうものの基本設計を基本的には引き継いでいるものになります。ですのでトーンカーブの設計なんかもシャドウとかハイライトとか中間調も含めて階調の再現性を一番優先したようなモードであって、まさにこのカメラの標準的な画質を実現するようにっていうふうに設計をされています。ただ基本的な設計は同じであっても GR4 のカラーのセンサーの RGB を混ぜてモノクロームを作っているっていうものと今回のとは少し違いがあって、今回の GR4 モノクロームではモノクローム専用のセンサーのその分光感度の特性というのがそのまま明暗となって出てきているっていうところがあるので、同じ色のものでもやっぱり少しその GR4 の色の階調の出方とは少し違う点があります。なるほど。よりちょっとそこに対してはリッチな情報が、持てるというふうに言えますよね。モノクローム専用なわけですからね。わかりました。そうしましたら新しく加わった2つ、1つ目ソリッド、これをちょっと教えてください。はい。ソリッドというのは今一つ前に説明したスタンダードに対しての比較でいうと、少し好調な、要するにSD に近いようなトーンカーブに、少ししているというようなところがトーンとしての特徴になってきます。でまたその輪郭の表現についても少しスタンダードと変えているところがありまして、シャープネスの処理を少し今回のソリッド専用に開発した処理を使っていまして、より輪郭がくっきりと際立つような表現になっているので、より現代的な表現に向いたようなモードと言えるかなと思います。すごく分離をしてディティールが際立つような、そういう表現ができるということですよね。風景とかにはすごくいいのかなという感じでしょうか。そうしましたらもう一つですね、これグレイニーというね新しいものが出ています。こちらもお願いします。はい。グレイニーは、その名の通り強い流浄性、流浄感のところに力点を置いたようなモードになっています。で全体としてはコントラストが高めで、荒々しい表現ができるような、いわば銀塩のプリントですとか印刷物とかそういったものの風合いをちょっと感じさせるようなモードになっています。それで先ほど話題にも出てきましたハイコントラストっていう、モードがもう一つあるんですけれども、それと、少しキャラクターとしては同じようなベクトルにはいるのかなというふうに感じていますが、それとの違いで言いますと画像流浄性を載せているという点はどちらも同じなんですけれども、流浄が載っていても通常画像を全体で見るとかスマートフォンの画面とかで少し縮小した画像にしてみるっていうと流浄が平均化されて結構滑らかな画像に見えてしまうっていうことがよくあると思うんですけれども、
グレーニーの場合はそうやって縮小した画像であっても、しっかりと流浄性が際立つようなっていうところをある程度目指して作っているところがあるので、ハイコントラスト白黒に対してはより粒の大きくて強い流浄を付加しているというところに大きな違いがあります。私も実際ちょっと触ってみたんですけども、このグレーニーが一番好みな感じで、僕が一番好きな写真家の表現に似てるなというふうにちょっと思って、すごくこれはね楽しい感じでした。で実際このねGR4 モノクロームのこのモニターで見てても、その流浄性を感じるんですよ。なので先ほどおっしゃっていたように今ねスマホとかですぐ SNS で公開とかしても、その見栄えで伝わっていくっていうのがなんかすごくいいなというふうに思いましたね。で今で言うとデジタルネイティブのデジタルから写真を始めたっていう人も多いので、もしかしたらこのケミカルのこのフィルムの、この印画紙のねこの流浄性みたいなものが新しい表現にね今はなってるんじゃないかなというふうにちょっと感じて、これはなんか GR らしいなというふうにすごく思いました。で私のちょっと好みはね、このグレーニーにこのレッドフィルターを加えて撮るっていうのがねちょっとねすごい好きなモードになってるんですけどね。レッドフィルターと組み合わせるモードはどれがいいですか？自分もまさにグレーニーとか本当に相性いいと思う。ね、いいですよね。やっぱそのコントラスト感際立つ、ちょっとかっこいい感じの写真にできるのが赤フィルターだと思ってるんで、そこでやっぱグレーニーは相性がいいと自分も思ってます。いやすごくねいいなと。でさらに高感度で撮れるから、そうですね、ここに感度の粒子というかノイズも乗せると、そうですね、さらに際立つ。先ほど言った4象限の左上の方ですね。流浄感は、このグレーニー単体でもいけますが、その高感度の流浄を乗せることによって今まで撮れなかった、新しいジャンルの写真が撮れるんじゃないかっていうところを期待してます。いやすごいね。やっぱりこれを出してくれたのがやっぱり GR らしくてすごくいいなというふうに感じました。さてモノクロというとやっぱりそのウォームトーンとかクールトーン、冷黒調とか温黒調っていった表現もすごくされると思うんですが、それについての答えっていうの回答っていうのはどういうふうになるんでしょうか？やはりおっしゃる通り、いろんな写真展を見に行くと、実際プリントの写真を見ると、ウォームトーンクールトーンっていうのがあって、微妙に青かったり微妙に茶色っぽかったりがあって、非常に微妙なところで表現されている。で今回のGR4 モノクロームではそこをうまく取り入れたいなと思ってまして、ベース機だとベースの GR4 だとやっぱり若干強いんですね。だからそこをグッと弱めてプリントのような風合いが出るような形で調色っていうのを変えてます。で、ウォームトーンクールトーンだとセピアかブルーかというところになってくるんですが、他の色でもできるというところをやって実際載せて、グリーンなんかで見てみると、これはちょっと今までと違ったものが撮れたなというのがあるので、こういったところで新しいやっぱり表現っていうのを広げることができるんじゃないかなと思ってます。パラメーター自体はノーマルのカラー版と変わらないですが、ちょっとこのスライダーをどう表現するかでまた新たなモノクロ表現っていうのが見つけられるということになるんでしょうかね。はい、そこを期待してます。はい、今回ねいろいろこの GR4 モノクロームについて開発者の方からですねいろんなことを聞いてみました。やっぱりすごくねこだわって作られてるなというふうには感じました。それはやっぱりベースとしてのね GR というブランドがそういう立ち位置にあるものなので、よりそこが先鋭的なモデルというふうに言えるんじゃないかなというふうに思いました。でやっぱりそのノーマルのカラー版から比べるとモノクロしか撮れない何か機能が少なくなったという印象をね持たれている方もいるんじゃないかなというふうに思うんですが、僕は逆にこれはプラスアルファされているというふうに感じたんですよ。それは今日皆さんがねしっかり説明してくれたようにモノクロの表現っていうのはノーマルに比べて全然というか格段に上回っている。またこの赤いねレッドフィルターによる表現っていうのも面白いですし、そういうふうに感じるとこれはアドオンされた新しい GR の形というふうに私は感じたんですが、皆さんいかがでしょうか？はい、まさに
私が思っていたことを言葉にしていただいた感じなんですが、やはりどうしてもカラーが取れないというところに対して切り落としたっていうふうに取られてしまう。実際カラー取れないんでそれは正しいんですけど、それをすることによってモノクロームっていうところに着目する。でモノクロームという世界が実はとても広いっていうところを感じていただけたので、今のようなアドオンされたような感じがするっていうのはまさに今回のカメラのコンセプトを汲み取って、実際使ってそこを感じていただけたっていうのはもう企画冥利に尽きるというところだと思ってます。実際このモノクロのねオリジナルのセンサーを開発するやっぱり苦労もあったと思うんですけども、出来上がっていかがですか？そうですね。モノクロをやるぞって決まってそのモノクロのセンサーを開発している段階では非常に私としては不安はあったんですね。やっぱり市場からすると先ほどのお話にあったような機能がそぎ落とされて、白黒しか撮れないだけのカメラ、単に潔いだけのカメラとして見られちゃうんじゃないかなという心配を抱えながら、白黒のセンサー開発して画像処理を開発してっていうことをやっていたんですけれども、実際に出来上がった絵を自分で撮ってみて、全然違うと、そのレベルが違う絵が今回は撮れるということが実感できたので、これを皆さんにもこの視聴されている皆さんにも使っていただいて、その違いっていうのを感じていただければなと今は思っています。そして中村さん、最後やっぱり赤色フィルター、ここにこだわったちょっと最後メッセージというのを伝えてください。そうですね。その赤色フィルターというよりもその光学全般的に見たときに、もう開発の段階から自分はアドオンだと確信していまして、その理由と言いますのも、単純にやっぱセンサーが受光している光の量が物理的に増えてるんですよね。そうですね。やっぱカメラの表現っていうのはやっぱり光と密接に結びついているので、確実に光学的にアドオンになるだろうといったところで、実際に絵で見た時にそれはもう確認できたっていうところなので、その物理的な光学っていう側面から見て非常にプラスになっているものであるというのは確信しています。でその上で赤色フィルター、これに関してはやっぱりその GR というのが光学を非常に大事にしているカメラだと認識していまして、その基本的な周差はレンズで抑えるというような風に、やっぱりその物理的にもう性能を成り立たせるっていうのが GR の思想であると。そうなった時に赤フィルターっていうのはそのカラーセンサー、カラーの普通の GR だとその色の操作っていうのはもうデジタルでできちゃうじゃないですか。ただモノクロセンサーだと実はそれってできないんですね。光学的に成り立たせる必要があると。そういった時にやっぱり赤色フィルターで物理的に波長を選択すると、光を選択して、そうですね、そのピアノのペダルを踏むようにその音を変調させるピアノと、赤色フィルターは光をやっぱ変調させるというところで、非常にそこはもう結びついて、もうその通りの物理的な現象として面白いことをできているのが赤色フィルターだと思っているので、もう胸を張ってぜひご検討くださいと言いたいと思っています。わかりました。いやもうね、こうやって熱量のある人たちなので話は尽きないと思うんですが、この辺でですね、今日は、終わりというふうにしたいというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。